皆さん、こんにちは。Lotus Quality Assurance 株式会社のコクです。今日のトピックについて話す前に、AI 学習データの収集とアノテーションに関する2つ目のウェビナーを10月1日に開講することをお知らせいたします。ウェビナーの詳細と登録リンクはこの動画の説明欄にありますので、ご登録をお待ちしております。10月1日のウェビナーでお会いしましょう。AI 学習データラベル付けの5つの要点シリーズを続け、今日は科学設定というトピックについてお話しいたします。データアノテーション業者が科学の計算に使用するモデルは全体的なコストと品質に影響を与えます。データラベリングサービスを利用する際、どのようなコストがかかるのでしょうか。データラベル付けサービスはタスクまたは時間単位で課金されます。タスク単位でデータアノデータに支払う場合、できるだけ多くのタスクを急いで実行するように動機づけられ、結果としてデータの品質が低下する可能性があります。逆に時間単位でアノデータに支払う場合、アノデータは正しくタスクを実行するように奨励されます。特に複雑で高いレベルの習慣性が必要なタスクです。この違いはデータの品質に重要な影響を及ぼします。続きまして、この2つのモデルのいくつかの例を見てみましょう。データサイエンティストテクノロジーの開発者、ハイブマイドは、データのラベル付けの品質とコストに関する調査を実施しました。彼らは時間単位で支払われる労働力とタスク単位で支払われるクラウドソーシングプラットフォームの労働者に参加してもらいました。調査の目標は、どのチームが最も高品質のデータを提供し、どのような相対コストで提供したかを確認することでした。タスクはテキストベースで、基本的なものから複雑なものまで様々でした。クラウドソーシングプラットフォームの労働者は 7% のケースで少なくとも1つの数字を誤って転記しました。彼らが2倍に支払われたとき、エラー率はわずか 5% に下がりました。作業時間で管理された労働者は 0.4% のケースで間違いを犯しました。アノテーターはレビューウェブサイトから会社レビューのテキストを受け取り、レビューの感情を1から5に評価しました。作業時間が管理された労働者は一貫した正確さを持っており、ケースの約 50% で評価が正しくなりました。クラウドソーシングプラットフォームの労働者の1つ星と2つ星のレビューの精度はほぼ20% でした。アノテーターは製品のタイトルと説明を通じてハザードをタイプで分類し、その他や情報が不十分を含む11のオプションのいずれかを選択しました。クラウドソーシングプラットフォームの労働者の精度は 50% から 60% でした。作業時間で管理された労働者は 75% から 85% の高い精度を達成しました。アノデータの生産性はアノテーション作業のコストに影響を与える主な原因の一つであるため、品質と生産性の両立を追求できないと多くの方々が考えていると思いますが、実際にはバランスを取る方法があります。効果的な QA プロセスを作成し、サポートツールを最適化することにより、品質を低下させることなく、ラベル付け作業をより迅速に行うことができます。結論として、データラベリングの料金に関連する3つの注意すべきポイントがあります。私たちの動画にご興味を持っていただけましたら、動画へのいいねとチャンネルの登録をお願いいたします。